川世田谷、日当たりも最高なのだ。この庭で毎日ずんだ餅を食べたら QOL 爆上がり間違いなしなのだ。気に入っていただけて何よりです。南向きで日当たりも良く、家庭菜園も楽しめますよ。不動産屋さん、あの地面から出てるパイプは何なのだ。さあ、おそらく前の所有者の方が、なんか DIY で使われたものではないかと。まさか、これは、地下のずんだ攻略から、新鮮なずんだシェイクを直接供給するパイプラインなのだ。こんな設備があるのに安い、この家、買うのだ。なわけないでしょ。ずんだもん。残念だけど。そのパイプから出てくるのは、甘いシェイクじゃなくて、この世ならざるものかもしれないわよ。なのだ、メタン、内見に付き合ってくれてありがとうなのだ。で、この世ならざるもの？まさか、地獄の釜と繋がっているのか？うふふ、半分正解ね。それは、井戸の息抜き、と言って、下手に契約すると、物理的にも、霊的にも、大変なことになるかもしれない、とってもデリケートなものなの。物理的にも霊的にも、この契約、待った方がいいのか？井戸、ですか？夢のマイホーム探して見つけた庭の謎のパイプ。それは過去と現在、科学と信仰が交差する日本の靴に刻まれた記憶の証。今回は不動産購入前に必ず知っておくべき井戸の息抜きの秘密について徹底解説していきます。まずこのパイプの正体、それは井戸の息抜きあるいはガス抜き管と呼ばれるものです。その名の通り、地中に埋められた古い井戸から発生するガスを安全に大気中へ放出させるための設備なのです。井戸がで深呼吸でもしてるのだ。惜しいわね。息を吸うんじゃなくて吐き出しているの。大昔に埋められた古い井戸が発生させるガス、いわば井戸の名を地上に逃がすためのパイプなのよ。おなら？この家、おならするのか？草？いい匂いがするのか？おなら、ですか？匂いはほとんどしませんが、仕組みはあながち間違いじゃないわ。なぜガスは発生するのか、順を追って説明しましょうか。かつて日本の家庭では水道が普及するまで敷地内に掘られた井戸から生活用水を得ていました。しかし近代的な水道網が整備されると多くの井戸はその役目を終えます。使われなくなった井戸は子供が転落するなどの危険を避けるため埋め戻されるのが一般的でした。ふむふむ、危ない穴は埋めるに限るのだ。安全第一なのだ。しかしこの埋めるという行為が新たな問題を生み出す原因となります。井戸を埋める際、土や砂利だけでなくコマや草、あるいは生活ゴミといった様々な有機物が意図せず混入してしまうことがあります。その有機物が光の届かない暗い井戸の底で長い年月をかけて土の中にいる嫌気性微生物によって分解されていくの。嫌気性？僕らのお腹の内にいる菌みたいなやつなのだ。まさにそうよ。酸素を必要としない微生物たちのこと。そしてその微生物が有機物を分解するときに発生するのがメタンガスなのよ。メタンガス、理科の授業で聞いたことあるのだ。資産のゲップと一緒のやつだ。そうだったんですか？その通り、メタンは無色無臭の可燃性ガスです。もしこのガスに逃げ場がなければ密閉された古い井戸の中はガスで満たされた風船の状態になります。地中で高圧になったガスは地盤を押し上げたり、ある日突然地上に噴出する危険性をはらんでいるのです。そうならないようにガスを安全に地上へ逃がしてあげる。それがこの井戸の息抜きパイプの最も重要な科学的役割なのよ。なるほどなのだ。井戸のゲップやおならを逃がして爆発を防ぐ安全装置だったのだな。でもね、このパイプの役割はそれだけじゃないの。もっと人の思いや祈りが込められた深い意味があるの。井戸の息抜きを塞ぐ行為は2つの側面から極めて危険だと考えられています。一つは物理的な恐怖、そしてもう一つが精神的あるいは霊的な恐怖です。まずは物理的な恐怖から見ていきましょう。ずんだもん、この物件は世田谷区よね。そうなのだ。アドレスに世田谷って書いてあるとかっこいいのだ。実はこの世田谷区で過去に同じような原因で爆発事故が起きているのよ。実際に2007年には東京都世田谷区で住宅街の地下に溜まったメタンガスに引火しマンホールが吹き飛ぶという爆発事故も発生しています。いやあ、この庭の真下で僕の焼きたてずんだ餅が極太丸焦げになってしまう。地面の下にいつ爆発するかわからない時限爆弾が埋まっているようなものなのよ。この家、買うのやめるのだ。いえ、めったにあることでは。そしてもう一つの恐怖が人々の信仰や言い伝えに根ざした精神的な恐怖です。古来日本人にとって井戸は命をつなぐ水を供給してくれる神聖な場所でした。そのため多くの井戸には水を司る水神様や龍神様が宿っていると信じられてきたのです。井戸は神様の住処なのだな。
だからこそ、役目を終えた井戸を埋める際には、必ず神主さんを呼んでお祓いをし、魂抜き、や、埋めい祭と呼ばれる儀式を執り行うのが作法なの。そして、この息抜きは、科学的な意味が知られる以前から、井戸に宿る神様の霊が、地中と天体と自由に行き来するための、魂の通り道である、と考えられてきました。魂の通り道、なんだかかっこいいのだ。うふふ。でも、もしこの家に住んだあなたが、邪魔だからって、その通り道を塞いでしまったら、どうなると思う？神様が息苦しい。で激怒してたたりが起きるのだ。夜中に誰もいないお風呂から水の音が聞こえたり、テレビをつけたら井戸の中から髪の長い女の人が。あながち冗談でもないのよ。昔から井戸を雑に扱うと家運が傾く、病人が出るなんて言われていてね。科学では説明できないけれど、そういった文化が根強く残っているの。科学的にもやばいし、オカルト的にもやばい。まさにダブルでやばいパイプなのだ。さて、この井戸の音ですが、不動産の世界では非常に重要な意味を持ちます。ズンダモンのように、これから土地や家を購入しようとする場合、知っておくべき法律上のルールがあります。不動産屋さん、ちょっとよろしいですか？はい、なんでしょう。土地に井戸を埋めた跡がある場合、売り主は買い主に対して、その事実を必ず伝える告知義務がありますよね。この物件の重要事項説明書に、この井戸の記載は？それは、確認します。伝えなきゃダメだったのだな。なぜなら、井戸の跡は、瑕疵。つまり傷や欠点とみなされるからよ。不動産における瑕疵は、大きく分けて4つありますが、井戸とは主に2つの瑕疵に該当する可能性があります。1つは、メタンガスによる爆発や陥没の危険性といった物理的瑕疵。もう1つは、たかりや言い伝えなど、買い主が心理的な抵抗を感じる可能性のある心理的瑕疵です。これを隠して売ると、後で契約の解除や、損害賠償を請求される可能性があるの。ズンダモンも、契約前に絶対に確認すべきことよ。なるほど。じゃあこの土地に井戸があったか、契約前に僕が調べる方法はあるのだ。調査方法はいくつかあります。1つは、法務局や国土地理院で古い地図を確認すること。明治時代などの旧版の地形図や大焼け図には、井戸を示すマークが記されていることがあります。お宝探しみたいでワクワクするのだ。2つ目は、アナログだけど確実な方法ね。この辺りに古くから住んでいるご近所さんに、直接聞いてみること。昔、この辺りに井戸ってありましたかね？でね。ずんだ餅を持って聞きに行けば、きっと口も軽くなるはずなのだ。そして、もし契約前に井戸の跡が見つかった場合、売り主に対応を交渉することも可能です。例えば、売り主の負担で専門業者に調査を依頼したり、お払いの費用を負担してもらったり、あるいは、その明け、物件価格の値引きを交渉する、とかね。なるほどなのだ。ちゃんとプロに任せれば、過剰に怖がる必要はないのだな。よし、決めたのだ。不動産屋さん、この家、買えます。と言いたいところだけど、まずはちゃんと調査するのだ。売り主さんに専門業者の調査とお払いをお願いして、安全が確認できたら、ハンコを押すのだ。少しは成長したじゃない。その慎重さが、不動産購入では一番大事なことよ。それでは、今回のまとめです。庭の謎のパイプは、埋めた井戸のメタンガスを抜く、井戸の息抜き、塞ぐと、物理的、庭爆発の危険、精神的、庭神様の語り、という言い伝え、もう、不動産売買では重要な告知事項。買う前には、古地図や聞き込みで事前調査を、見つけたら専門業者に相談し、適切に対処することが大切。いや、勉強になったのだ。危うくおならする土地を即決で買うところだったのだ。昔の人の知恵や、自然への畏敬の念を尊重することが、結果的に私たちの安全な暮らしにつながるのね。みんなも、住宅や土地の内見に行くときは、庭に変なパイプがないか、探してみるのだ。この動画がためになった、面白かったと思ったら、チャンネル登録と高評価で、私たちの息抜きもさせてくれると嬉しいわ。さて、次回は、あなたの土地、本当にそこまで？一本の杭が家族の運命を当てる。隣人との関係を壊す前に知っておくべき、教会の真実とは？また見てほしいのだ。またね。